皆さん、こんにちは。今日の話題はこれです。ウランジのマグネティックバリアブル ND フィルターとマグネティックアダプターリングです。iPhone 15 Pro Max で動画撮影するための ND フィルターを探していてこれを見つけました。これは11月10日発売とのことですが、一足早く届いたので、使ってみての感想をシェアしたいと思います。僕の評価はどうなのか。それでは始めましょう。まず作例をご覧ください。ND フィルターを装着するとこのような画質になります。はい、ログで 13mm でテスト中です。120分の1です。ISO は32です。ホワイトバランスは4770ケルビン。手持ちです。はい、今度は 24mm です。同じ設定値です。手持ちです。いかがですか？ iPhone 15 Pro あるいは Pro Max で動画撮るなら 60fps 120分の1秒のログで撮れるので大変楽しいですよ。それではこの製品を使って感じたことをお話ししましょう。このマグネティックアダプターリングはマグセーフを利用してこのようにマグネティックで iPhone に吸着させる仕組みになっています。iPhone 15 Pro Max ではくっつける前にこのようにリングを引っ張って長くしてから取り付けます。そうするとレンズ全体を覆うような形になります。そしてこれがバリアブル ND フィルターです。マグネティックアダプターは iPhone ケースの上から取り付ける方法と取り外して取り付ける方法があります。それぞれにメリット、デメリットがあるので、その都度お話しします。僕はモフトを使っていますが、ケースの上から取り付けることの良い点は、磁力が強いので iPhone 15自体に取り付けるよりしっかりと接着し、安心感があります。このように簡単に緩めます。一方、次の不具合が生じます。アプリ、写真で撮るときは 0.5 倍で撮るとこのようなケラレが出てきます。そしてブラックマジックカメラアプリでは 13mm で画面左上角に若干のケラレが出てきます。特に右へパンするときに出てきます。僕はリングを少し左上角方向に引っ張ることでしのいでいます。これは自己責任で行ってください。ケースを取り外して装着する良い点は、写真アプリでは 0.5 倍でもケラレは発生しません。ブラックマジックカメラでは 13mm でもケラレは出てきません。気になる点は先ほども言いましたが、フィルターの磁力が弱いのが気になることです。ミニ三脚を使用することは可能です。このようにリングの上から差し込めば、リングの離脱の恐れもなく、全く問題ありません。iPhone 15 Pro Max では、プロもそうですが、プロレス撮影できるので、ログで撮らないともったいないですよね。そこで、Apple 写真アプリでログを撮る僕のスタイルを紹介します。ご承知のように SSD で外部収録することでそれが可能になるので、このようにミニ三脚を使用して45センチの USB-C ケーブルで SSD と iPhone を接続しています。ケーブルはこのように三脚に巻きつけるようにして持つと煩わしさはありません。しかし僕は Apple のアプリ写真は使うことはほとんどありません。もっぱらブラックマジックカメラアプリを使用しています。なぜなら外付け SSD は必要なく内部収録できるからです。このことについては改めて紹介する予定です。次にジンバルと一緒に使える。結論は可能です。僕の場合で紹介します。ジンバルは DJI の OM5 ですが、このようにセットアップすることで使っています。積載重量は 290g までですが、iPhone ケースを取り外して装着すれば 273g となるので、
慎重にセットすることで使えています。これも自己責任で行ってください。ケースを装着した状態では 307g となるので危険です。あくまでも僕が感じたことですが、この製品は斬新なアイデアでいいのですが、僕としてはあまりお勧めしません。その理由は3つあります。まず第一に、Apple のアプリ写真では 0.5 倍でケラレが発生する場合があります。これはケースを取り付けた場合ですね。そしてブラックマジックカメラでは13ミリでケラレが発生する場合があります。2番目に iPhone 自体に装着する場合にはリングが滑りやすいです。3番目に ND フィルターの磁力が弱いので指が少し触れるだけでフィルターが外れやすいです。ですのでリング操作がしにくいです。神経を使います。いかがでしたでしょうか。あくまでも僕の感じたことをお話ししました。少しでもお役に立てば幸いです。今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。さよなら。